ワンちゃんが7歳の大台を迎えると、彼らはシニア期に入ります。この新しいライフステージでは、飼い主さんとしてワンちゃんの健康と幸せを守るために新たな約束をする必要があります。年齢とともに変わるワンちゃんのニーズに合わせ、適切なケアと愛情を提供することが重要です。この動画では、シニアワンちゃんとの生活で飼い主さんが守るべき約束と彼らの健康をサポートするためのヒントを紹介します。ワンちゃんが快適で充実したシニアライフを送れるよう一緒に学びましょう。このチャンネルではワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録をお願いいたします。その1、トイレ場所の見直し。ワンちゃんが7歳を過ぎると、人間でいうところの中高年に相当します。この時期には、ワンちゃんの身体的な変化に合わせて、日常生活の中でいくつかの見直しが必要になってきます。特に、トイレの場所の見直しは重要なポイントです。年を取ると、ワンちゃんも人間と同様、体力や運動能力が低下し、若い頃と同じように活動的でいられなくなります。これに伴い、トイレに行くまでの距離やトイレを我慢する時間が以前よりも困難になることがあります。まず、家の中でトイレの場所を見直し、ワンちゃんがより簡単にアクセスできるようにしましょう。例えば、階段を上がったり降りたりする必要がある場所から、よりアクセスしやすい1階のリビングなどに移動させることが考えられます。また、トイレのエリアを広げたり、トイレの数を増やしたりすることも、ワンちゃんがトイレを我慢するストレスを減らすのに役立ちます。トイレトレーニングについても、高齢になったワンちゃんのニーズに合わせて、少し変更を加える必要があるかもしれません。例えば、普段よりも頻繁にトイレの場所へ連れて行くことで、事故を防ぐことができます。また、トイレの場所までの道のりを明確にし、ワンちゃんが迷わずに済むようにすることも大切です。夜間にトイレに行く必要がある場合は、トイレの場所を照らす小さなライトを設置することも有効です。このように、トイレ場所の見直しは、高齢になったワンちゃんの健康と快適さを保つ上で非常に重要です。ワンちゃんがストレスなく自分のトイレに行けるように環境を整えることで、ワンちゃんの生活の質を向上させることができます。これは、ワンちゃんとの生活をより豊かにし、共に過ごす時間をより楽しいものにするための約束でもあります。その2、食事の見直し。ワンちゃんが7歳を過ぎると、その食事にも変更を加えることが推奨されます。ワンちゃんの高齢化に伴い、消化能力や代謝率が変化し、若い頃とは異なる栄養ニーズを持つようになります。高齢ワンちゃんに適した食事は、適切な栄養バランスを提供し、健康を維持し、寿命を延ばすのに役立ちます。高齢ワンちゃん向けの食事には、消化しやすい高品質のタンパク質、適切な量の脂肪、そして十分な繊維質が含まれている必要があります。これにより、筋肉量の維持と過剰な体重増加の防止を図ることができます。また、関節の健康をサポートするために、オメガ3脂肪酸などの特定の栄養素を含む食事を選ぶことも重要です。食事の見直しにあたっては、獣医師と相談することが最も重要です。獣医師は、ワンちゃんの健康状態や特定の栄養ニーズを考慮して、最適な食事プランを提案してくれます。また、高齢ワンちゃんは若い頃と比べて、食欲が落ちることがあるため、食事を小分けにして、頻繁に与える、または食事に興味を持たせるために、新しいフードを試すなどの工夫が必要になる場合があります。さらに、高齢ワンちゃんは水分摂取量も重要になってきます。
水分不足は、腎臓病や尿路系の問題を引き起こすリスクを高めるため、常に新鮮な水を利用できるようにしておくことが大切です。水を多く摂取することを促すために、ウェットフードを取り入れる、またはドライフードに少し水を加えるなどの方法も効果的です。ワンちゃんが7歳を過ぎたらするべき約束には、食事の見直しが含まれます。これは、ワンちゃんの健康を守り、より長く快適な生活を送るための重要なステップです。ワンちゃんの年齢に応じた適切な食事を提供することで、高齢になっても元気で活動的な毎日を送ることができます。その3、口の健康維持。ワンちゃんが7歳を過ぎたら、口腔内の健康維持にも特別な注意を払う必要があります。年齢とともに、ワンちゃんも人間と同様に、歯周病や歯の問題を抱えやすくなります。これらの問題は、ただ不快なだけでなく、重大な健康問題につながることもあります。例えば、口腔内の問題は、心臓病や腎臓病など、他の臓器への影響を及ぼす可能性があります。そのため、ワンちゃんの口の健康を維持することは、全体的な健康維持にも直結します。まず、定期的な歯磨きが非常に重要です。歯磨きは、プラークや歯石の蓄積を防ぎ、歯周病のリスクを減らすのに役立ちます。ワンちゃん用の歯ブラシと歯磨き粉を使用し、できれば毎日、最低でも週に数回は歯磨きを行うようにしましょう。歯磨きの習慣がないワンちゃんには、徐々に慣れさせることが大切です。最初は歯ブラシや指で、ゆっくりと歯や歯茎をマッサージし、ワンちゃんが快適に感じるようにしてください。また、獣医師による定期的な口腔内検査も必要です。専門家による検査では、早期の問題を見つけ出し、適切な治療を行うことができます。必要に応じて、プロフェッショナルなクリーニングや治療を受けることで、ワンちゃんの口の健康を長期にわたって維持することが可能です。さらに、口の健康を支える食事やおやつの選択も重要です。硬いおやつや特別に設計された歯の健康をサポートするフードは自然に歯石を取り除くのに役立ちます。しかし、すべての製品がすべてのワンちゃんに適しているわけではありませんので、獣医師のアドバイスに従って選択してください。その4、環境の見直し。ワンちゃんが7歳を過ぎたら、その生活環境も見直す必要があります。高齢になると、ワンちゃんの身体的な能力や感覚が変化するため、これまでの環境が最適でなくなることがあります。例えば、視力や聴力の低下に対応し、安全で快適な生活空間を提供することが重要です。ワンちゃんが家の中で安全に過ごせるように、滑りやすい床には滑り止めのマットを敷いたり、段差がある場所には簡単に上り下りできるスロープを設置したりすることが考えられます。また、休憩する場所には、関節に負担がかからないよう、柔らかくてサポート力のあるベッドを用意してあげましょう。さらに、ワンちゃんが自分の体を適度に動かし続けることができるように、適切な運動の提供も大切です。高齢になっても、ワンちゃんは適度な運動が必要ですが、過度な運動は避けるべきです。ワンちゃんの体力や健康状態に合わせた散歩や軽い遊びを取り入れ、日々の活動レベルを調整してください。ワンちゃんの生活環境を見直すことは、高齢になったワンちゃんが快適に過ごすための重要なステップです。ワンちゃんのニーズに合わせた環境を整えることで、健康を維持し、生活の質を高めることができます。これらの約束を守ることで、ワンちゃんとの幸せな時間をより長く保つことができるでしょう。その後、変わらないスキンシップ。ワンちゃんが7歳を過ぎ、シニア期に入ると、身体的な変化だけでなく、
感情的なニーズも変わってくることがあります。しかし、愛情表現の基本であるスキンシップの重要性は変わりません。実際、年を取ったワンちゃんほど飼い主さんからの愛情深い接触を求めることが多くなる傾向にあります。スキンシップはワンちゃんと飼い主さんの間の絆を強化し、ワンちゃんの安心感や幸福感を高めるのに不可欠です。ワンちゃんが高齢になっても日常的に撫でたり、優しく抱きしめたりすることで彼らの心の健康をサポートしましょう。特に穏やかな撫で方はワンちゃんがリラックスし、ストレスが減少するのを助けます。この時期になるとワンちゃんも人間と同じように孤独や不安を感じやすくなることがあります。定期的なスキンシップはこれらの感情を軽減し、ワンちゃんが安心して過ごせるようにするために重要です。また、スキンシップは健康チェックの機会にもなります。撫でながら体表のしこりや異常を見つけやすくなり、早期発見につながることがあります。しかし、高齢になったワンちゃんは、皮膚が敏感になることがあるため、力を入れすぎず、痛みを与えないよう注意してください。ワンちゃんの体調や気分に合わせて、接し方を調整する柔軟性を持つことが大切です。その6、定期的な健康診断。ワンちゃんが7歳を過ぎると、定期的な健康診断の重要性がさらに高まります。シニア期に入ると、健康問題が発生しやすくなり、早期発見、早期治療がワンちゃんの生活の質を保つ鍵となります。年に一度の健康診断は基本ですが、ワンちゃんが高齢になるにつれて、半年に一度のチェックをお勧めします。定期的な健康診断では、血液検査、尿検査、心電図、X 線検査など、様々な検査を通じて、ワンちゃんの全体的な健康状態を評価します。これにより、腎臓病、心疾患、関節炎、歯周病など、高齢ワンちゃんに一般的な疾患のサインを早期に捉えることができます。また、獣医師はワンちゃんの体重管理、適切な運動量、食事の調整など、日々のケアに関するアドバイスを提供することができます。健康診断は、ワンちゃんと飼い主さんにとって予防的な健康管理の機会を提供します。早期に健康問題を特定し、適切な対策を講じることで、ワンちゃんがより長く、より快適な生活を送ることが可能になります。ワンちゃんが7歳を過ぎたらするべき約束の中でも、定期的な健康診断は特に重要な項目の一つです。ワンちゃんの健康と幸福を守るために、これらの約束を守り、愛情深くケアを続けましょう。その7、ケースに合わせた運動。ワンちゃんが7歳を過ぎると、それぞれのワンちゃんの体力や健康状態に合わせた運動の重要性が高まります。シニアワンちゃんになっても、適度な運動は健康を維持し、活動的な生活を送るために不可欠です。しかし、若い頃と同じような激しい運動は、関節や心臓に過度な負担をかける可能性があるため、運動量や種類を見直す必要があります。まず、獣医師と相談し、ワンちゃんの健康状態や体力に応じた運動プランを立てることが大切です。例えば、関節炎を患っているワンちゃんには、水泳などの低負荷な運動が推奨されます。このような運動は、筋肉を強化しながら、関節への負担を最小限に抑えることができます。また、散歩の際は短時間でも1日に数回行うことでワンちゃんの体力に合わせた適切な運動量を確保することができます。運動の際にはワンちゃんが過度に疲れないよう、特に暑い日や寒い日は運動量を調整することも重要です。高齢ワンちゃんは温度変化に敏感になることが多く、熱中症や低体温症のリスクも高まります。
また、運動後は十分な水分補給を忘れずに行い、必要に応じて休息を取らせることで、ワンちゃんが安心してリラックスできるようにしましょう。その8、首輪よりハーネス。ワンちゃんがシニア期に入ると、散歩時の首輪の使用に代わって、ハーネスを選択することが推奨されます。年齢とともに、ワンちゃんの首や背中への負担を減らすことが重要になってくるためです。首輪は、引っ張る力が直接首にかかるため、気管や頸椎にダメージを与えるリスクがあります。これに対し、ハーネスは胸と背中に力を分散させるため、ワンちゃんにかかる負担を軽減します。特に、関節炎や背中の問題を持つワンちゃんには、ハーネスの使用が強く推奨されます。ハーネスは、ワンちゃんの体を安定させる助けとなり、散歩中の不意な動きや衝撃から体を保護します。市場には、高齢ワンちゃんのニーズに合わせた様々な種類のハーネスがありますので、ワンちゃんの体型や健康状態に合ったものを選ぶことが重要です。ハーネスの選び方には適切なサイズ選びが非常に重要です。ハーネスが大きすぎるとワンちゃんが抜け出してしまう可能性がありますし、小さすぎるとワンちゃんに不快感や痛みを与えることになりかねません。購入前にはワンちゃんの胸囲や体重を測定し、製品のサイズガイドと照らし合わせることをお勧めします。また、初めてハーネスを使用する場合は、ワンちゃんがハーネスに慣れるまで時間をかけ、快適に感じるようサポートしてあげましょう。シニアワンちゃんへのケアでは、運動や散歩時のアクセサリー選びも、ワンちゃんの健康と快適さを保つために重要な要素です。ケースに合わせた運動とハーネスの使用、ワンちゃんが7歳を過ぎたら、実践すべき約束の一部として、ワンちゃんの健康維持に大きく寄与します。その9、安全な家環境づくり。ワンちゃんが7歳を過ぎてシニア期に入ると、彼らの安全を確保するために、家の環境を見直すことが重要になります。高齢になると、ワンちゃんは視力や聴力の衰え、運動能力の低下など、様々な身体的な変化を経験します。これらの変化により、以前は問題なかった家の環境が、怪我や事故の原因になる可能性があります。まず、床の滑りやすい部分には、滑り止めのマットを敷く、またはカーペットを置くことで、ワンちゃんが滑って転倒するリスクを減らすことができます。特に、階段の上り下りが難しくなったワンちゃんのために、階段へのアクセスを制限するか、スロープを設置することも検討してください。また、家具や電気コードなど、ワンちゃんが引っかかったり、噛んだりして怪我をする可能性のあるものは、ワンちゃんの届かない場所に移動させることが重要です。小さな物品や薬、掃除用品など、誤って飲み込むと危険なものは、必ずワンちゃんがアクセスできないように保管してください。高齢ワンちゃんは、若い頃よりも寒さや暑さに敏感になることがあります。そのため、彼らが過ごす場所は、直射日光や冷気が直接当たらないようにし、常に快適な温度を保つことが大切です。安全で快適な休憩スペースを提供し、必要に応じて暖房や冷房を調整してください。その10、快適な温度調整。ワンちゃんがシニア期に入ると、体温調節の能力が低下するため、家の中の温度調整がさらに重要になります。適切な温度は、ワンちゃんの快適さだけでなく、健康を維持するためにも不可欠です。特に、関節炎などの病気を抱えているワンちゃんは、寒さによって症状が悪化する可能性があります。夏の暑い時期には、家の中を涼しく保つために、冷房を使用したり、換気を良くすることが重要です。ワンちゃんが直射日光の下で過ごさないようにし、冷たい水を常に利用できるようにしてください。また、冷えすぎを防ぐために、
ワンちゃんの寝床には冷感マットを敷くのも一つの方法です。冬の寒い時期には室内を暖かく保つために暖房を適切に使用し、ワンちゃんが寒さから守られるようにすることが大切です。しかし、暖房器具の近くにワンちゃんが長時間いると乾燥や熱傷のリスクがあるため、安全な距離を保つようにしてください。寒い時期にはワンちゃん用の服やブランケットを使用して、さらに暖かさを提供することも考えられます。年齢を重ねたワンちゃんのために家の環境を見直し、季節に応じた適切な温度調整を行うことは、彼らが快適で健康的な生活を送るために非常に重要です。安全な家環境の提供と快適な温度調整は、ワンちゃんが7歳を過ぎたらするべき約束の一環として、飼い主さんが心がけるべき基本的なケアの一つです。ワンちゃんが7歳を過ぎると、飼い主さんとして特別な注意とケアが必要になります。この動画で紹介した約束は、シニアワンちゃんの健康と幸せを守るための基盤となります。適切な食事、定期的な健康チェック、適度な運動、そして無条件の愛情は、彼らがシニア期を快適に過ごすために欠かせません。ワンちゃんとの深い絆を大切にしながら、これらの約束を守ることで、ワンちゃんが健康で幸せなシニアライフを送れるようサポートしましょう。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンもお忘れなく。では、また次の動画でお会いしましょう。